ニアだ。我が家に来てから72週間が経ちました。今週は火曜日から翌週の月曜日まで名古屋出張が入ったので、ニアとしばらく離れ離れになりました。日々仕事で疲れ果てた状態に癒しを与えてくれるニアから離れるのは、出張のワクワク感以上にげんなりしてしまいます。出発当日はラッシュ時間帯を避けるためにお昼以降の新幹線で名古屋に向かうことにしたので、午前中は出発直前までニアと一緒に自宅で仕事をしていました。ニアは飼い主が出張することはわからないので、嬉しそうに隣で寝ていました。いざ出発する時には早く帰ってきてねという表情で見送ってくれたのが切なさを助長していました。そしていざ新幹線の自由席に乗ってみると、同じように考えた人が多かったのか、家族連れや団体客が多く、東京駅の時点で座席がほとんど埋まってしまっていました。なんとか窓側の席を確保しましたが、隣では靴を脱いで弁当を食べる人や小さなお子様が走り回る状態になっており、落ち着かない日時間を過ごしながらどうにか名古屋に到着しました。名古屋から仕事がある最寄り駅に移動し、やっと宿泊ホテルに到着しました。ここから5泊6日の戦いが始まりました。残念なことにベッドのマットレスが硬く、低反発ならぬ猛反発状態で、ベッドに座るとまるでトランポリンのように跳ねてしまう状態でした。そんな猛反発なマットレスで寝ているためか、硬すぎて寝返りばかり打つので、朝起きると体はガチガチになってしまい、寝た気がしない状態でした。そしてそんな状態でも夢に出てくるニアはいつもと変わらず黒い弾丸のように抱きついてきてくれるので、ほっと落ち着いたところで目が覚めるとなんか絶望してしまいます。さらに始業開始前に宿泊ホテルの近くを散策していると、散歩をしていたイタグレちゃんを見かけ、ニアは元気かなと感傷に浸ってしまう自分がいました。いつかは出張にニアを連れて行きたいものですが、そこまでベッドかのホテルはないので、夢のまた夢でしょうね。出張最終日、どうにか月曜日の初回稼働を無事に完了し、現地の方への諸々の伝達事項やレクチャーが終わったので、終わったと同時に自宅へ向けて移動を始めました。15時の新幹線に乗りましたが、自由席はほぼ埋まっていたので、狭い3列シートの真ん中にお邪魔して苦しいに時間を耐え抜きました。首都圏の帰宅ラッシュにかすりながら、どうにかニアの待つ自宅に6日ぶりに帰宅しました。帰ってみると、ニアは予想だにしていなかったのか、ものすごい勢いで飛びついてきたので、夢で見た光景と似ていることを思い出し、まさかこれは夢ではと心配になりましたが、ニアに舐められる感触が確かにあったので、これは夢ではなく現実だとニアが教えてくれました。そしてそんな寂しさに耐えて土日も働いたので、2日間の振り替え休暇を次の週末に連結させました。無理やり作り上げた4連休は心ゆくまでニアと楽しもうと思います。さあニアとどこにお出かけしようかと疲れていますが、なぜか心は踊っています。引き続きこんな感じで動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをクリックしていただき、アドバイスコメントをよろしくお願いいたします。